ついに完成しました。動画編集のジェットカット、無音カットをですね、効率化するためのツール、オキヒロカッターというツールを開発しました。今回は実際にこちらを使用して使用感をお伝えしていきたいと思います。今回使用する動画はこちらです。このように無音区間が各所にあります。こちらを自動でカットしていきたいと思います。ツールの中身はこんな感じで、まずパッチファイルがこのようにずらっとありまして、スクリプトのフォルダの中にはスクリプトが各種あります。そしてインプットフォルダ。こちらに元の動画などを置いて、出力はアウトプットフォルダの方にされます。まず下準備としてですね、動画のキャプション、字幕ファイルが必要になります。例えばこちらはキャップカットなんですが、キャプションから自動で字幕ファイルを生成。このような感じでキャプションが出来上がりました。こちらをですね、キャプションのみ一旦保存します。こちらが保存したキャプションの内容ですね。そして、インプットフォルダのこちらですね、0番オリジナル SRT の中身を先ほどのキャプションに入れ替えます。そして、もう一つファイルが必要になってきまして、こちらですね。1番の、これは句読点がついた字幕ファイルになります。これは AI で句読点をつけるんですが、ちょっとここでは省略します。こんな感じでですね、キャプションはだいたい句読点がないものが多いので、そちらに句読点をこのようにつけていくという感じになります。これは AI でやってます。で、なぜこのような句読点をつけているかというとですね、無音カットをする際に、句読点の箇所はちょっと間を広く取りたいと僕は考えまして、こちらの SRT にですね、句読点を付与して、そちらを元に無音のカットの区間を決めていくというようなシステムにしています。で、これで下準備が整いました。で、次は実行ファイルを実行するんですが、主に2つの方法があります。まずはセミオートの方法。途中で確認、調整の工程を挟む方法。そしてもう一つは全自動でカット書き出しまで全て終わらせてしまう方法。今回はセミオートの方法で1回やっていきます。インプットに元の動画と句読点付きの SRT を配置して、こちらの3番ですね。これを実行します。実行すると、まず無音区間の検知から始まります。ここはいろいろ設定がありまして、ノイズマイナス35デシベルを基準に 0.1 秒以上の無音があれば検知するというような今回は設定になっています。で他にもいろいろちょっとシステムを組み込んでまして、こんな感じでずらーっとですね、スクリプトが実行されました。で、こちらのですね、アウトプットフォルダにこのようなファイルが出来上がりました。ここで確認をしていきます。まずこちらをですね、このように動画編集ソフトに読み込ませて、まず無音検知した元のセグメントがこちらになりますね。セグメントというのはこのキャプションのこの一つの塊のことを指します。で、こんな感じで、今回はマイナス35デシベルを基準に 0.1 秒以上の無音をすべて検知しています。こんな感じでですね、ずらーっと無音区間を検知しています。要は、この無音区間をもとにカットの指示をスクリプトとして出せば全部カットしてくれます。ずーっとこんな感じで、こういうところもちゃんと見逃さずにですね、やってくれています。ただ、これでそのままカットしてしまうとですね、ちょっと問題が出てきます。例えばこの辺りとか、ちょっと細かい部分なんですが、波形がまだ残ってるところをカットしていますよね。この1フレーム、2フレームぐらい少し食い込んでる。こことかもそうですね。最後の話し終わりの間というのを切りすぎる部分があります。ここは個人個人要調整にはなるんですけども、ちょっとこれではキツキツかなっていう印象がありますね。めっちゃ速いジェットカットとかにしたいなら、これぐらいでもありかとは思うんですが、あまりキツキツでカットしちゃうと、プツッという音が鳴ったりですね、ちょっと違和感につながっちゃいますし、自然な音声になりにくい。この辺とかもですね、最後ちょっと切りすぎかなっていう印象が少しあります。ここもちょっとキツキツですよね。で、これをですね、もうちょっとゆとりを持たせたいという時は、どうするかというとですね、デシベルで管理すると結構難しいので、マージン機能を取り入れました。それがですね、こちらの SRT。こんな感じで、上側がマージンを入れた方の SRT。ここはですね、句読点の丸の部分なので少しゆとりを設けています。これも設定が可能です。句読点の終わりは何フレーム残すとか、そういう設定も可能です。で、こういったところもですね、ちょっと余裕が出ましたよね。こ
ここも今、1、2、2フレームなんですけど、人によっては1フレームで良かったりとか、そういう設定の微調整が可能です。こんな感じで、2フレームだとちゃんと波形が終わるところまでいってますよね。1フレームでもいいかもしれないですね、この場合。で、ここなんですけども、これ実はですね、ステーブルっていう「つ」の発音がかなり小さくて、無音で拾いきれていない。なので、ステーブル、本当はですね、ここまでカットしなきゃいけないんですよね。だいたい1、2、3、4、5、6フレーム。今全部2フレームでやってきたんですが、ここだけちょっと気になりますよね。ただこれも一つ機能を取り入れてまして、例えばサシスセソという視察音の場合は余分にマージンを取るということもできます。今回はちょっとそれはやってなかったんですが、設定でそれは組み込むことができます。サシスセソとかハヒフヘホとかですね、ちょっと発音が小さいところは、例えば本来2フレームのところに1、2、3、4とか3フレームぐらいプラスするみたいな設定もできます。そうすることによってですね、カットしすぎの部分とかを防いでいける。こことかはいいですよね。基本が1フレームで、サシスのとこはプラス3とか、それぐらいでもいいかもしれません。で、他にもですね、ファイルがありまして、例えばこの一番上にあるセグメントは、こちらが X、小さい2対策ですね。本来この一番下はですね、カット対象でした。ただここは X って言ってるんですね。ここから X っていう発音になってまして、これカットしちゃうと X ってなっちゃいますよね。小さい「つ」がなくなるので、それをちゃんと保護する。この真ん中がカットするセグメントなんですが、なくなってますよね。ここは保護してますよっていうのが一番上のセグメントでわかるようになってます。で、こんな感じでですね、セミオートはカットの調整とかするために SRT ファイルでセグメントとこの区間を比較して確認していくというような流れになります。で、慣れてきたら全自動でやっちゃってもいいかなと思いますね。僕のツールの一番の特徴は、句読点の終わりに余分にマージンを設けられること。これによってですね、メリハリのないジェットカットではなく、メリハリが効くジェットカットが自動でできるという感じになります。で、この全部確認調整が済みましたらですね、カットというのはこの真ん中のセグメントに沿って行われますので、例えばここはカットしたいなっていう時は、こうですね、真ん中のセグメントを追加して SRT ファイルを保存して上書きします。っていう感じでですね、一回カットをしてみましょう。セミオートの場合は3番を実行した後に4番を実行します。そしてここでキーを押すとこんな感じでカットが始まります。これは今ですね、切り出しをしています。切り出しというのは分割ですね。252の区間を分割して最後に結合するといった感じになります。これで切り出しが終わって今ファイルを結合中ですね。今完成しました。208秒なんで、3分ちょいかな ?12 分の動画で3分ちょいで書き出しが終わりました。かなり早いですね。以前は MoviePY というものを使ってたんですが、そちらは結構時間がかかってたので、今は別のツールを使ってます。で、こちらがですね、実際にカットされた動画です。ローラについて説明します。こちらはですね、テーブルディフュージョン4時の画面ですね。あらかじめこんな感じでですね、丸の部分はちゃんとこんな感じで無音を広めに取ってあります。その他の部分はちゃんと無音がカットされていて、こんな感じでずーっと続いていってますね。ローラをダウンロードしておきました。今回使用していくのはこちらですね。っていう感じでですね、これ結構間に無音区間あったんですけど、ちゃんと自然な形でつなげてくれています。ちょっと今、シビタイの方がですね、橋本環奈で検索しても、フラックス用がなかなか出てこないという現象が起きてます。いいですね。で、こういうですね、ところ、見逃しがありますね。これはマイナス35デシベルを基準にした際にですね、カット対象から外れた箇所。マイナス35だとこういうところを見逃しちゃうという一例ですね。マイナス30にするとこういうところもちゃんとカットしてくれますよとか、そういう設定の微調整が可能です。ここだけですかね。一箇所だけちょっと気になるところがあるけれど、他は全部大丈夫そうですね。こういう雑音があるところ。ここをいかに正確に検知させるかっていうのが設定の肝。これは環境とかですね、人の喋り方によっても変わってくるかと思いますね。
あとはその人その人のやり方にもよるかなと思います。全体を少しマージンを広めに切って、あとは自分でもう一回カットしますよっていう人もいるでしょうし、もう鼻からキツキツで切って、もうある程度の違和感は妥協するからキツキツでやっていくっていう人もいるでしょうし、12分の動画が半分ぐらいになりましたね。6分42秒になってるので、こんな感じでずらーっとできますと。で、あとですね、フィラーに関して、とかとかですね、ああいったのは自動化できるのかというとですね、現時点では難しいです。AI をいくら組み込んでも、AI の音声分析、動画分析というのは、まだ精度が微妙なので、を確実に精度高くその場所だけというのはなかなか難しいところがあります。一応一文字一文字を分割して秒数を割り出すっていうようなこともできるんですが、そちらはちょっと精度が悪かったですね。なかなかちょっとのズレでもだいぶ変わっちゃうので、そこはまだ実用的ではなかったかなと思います。こんな感じでですね、動画編集の自動化ツール、よりカスタマイズ性が高いものを今回開発しました。僕はですね、プログラミングが一切わかりません。こういった中身を見ても読むことはできません。じゃあどうやって作ったのかというと、それはこちらの Google AI Studio というプラットフォームを使わせてもらいました。こちらでですね、作りたいツールを説明していって、スクリプトを書いてくれと言えば作ってくれます。基本的には誰でもできます。AI との対話ができれば誰でもツールの作成は可能です。で、僕はこのような沖広 AI クリエイティブというホームページを運営しておりまして、プロンプト集の販売であったり、講座を各種置いています。今回のツールを使った動画編集爆速化講座もですね、今後整備していこうかなと思います。今ツールがようやく完成しましたので、これからこのツールをどう公開していくかということを検討していく段階になります。気になる方はですね、コメント欄にコメント、またはお問い合わせください。今回は以上になります。それではまた。